日中戦争が起きる前の世界では、戦争は良くない、平和を目指そう、世界で一斉に軍備縮小を行おうという雰囲気が広まっていました。アジア太平洋でもそれは同様で、アメリカ、イギリス、日本、フランスの間で平和を目指していく体制が作られます。しかし欧米列強諸国は強くなった日本を警戒しており、各国が中国に持っていた権益を保護し、日本が中国に進出することを抑制したのです。このような状況により、日本国内には口では平和と言っているが、これは真の平和ではない、イギリス、アメリカから見た平和であり不平等なものだという不満が出てくるようになりました。特に日本が困ったのは資源です。すでに植民地を確保していた国は植民地から資源を得ることができるため、戦車や飛行機をたくさん作れますが、出遅れた上に抑制された日本は植民地が少ないため資源が足りません。これはまずい。いざ戦争になった時に負けてしまう。そう考えた日本は資源を求めて大陸へと進出、満州国を作り上げ、日本の影響下に置きました。しかしこうなると大陸の国々も日本を警戒するようになります。当時この周辺にあったのはソ連と中国。満州国建国により中国では反日機運が高まったし、ソ連では日本が攻めてくるかもしれないと考えて軍備増強が行われます。当時ソ連と中国ではソ連の方が強かったため、日本はソ連からの攻撃に備えることを決定。しかし日本の現地軍は満州だけでは資源が足りないと考えて中国へと進もうとしていました。そんな時に中国北部の盧溝橋で日本軍と中国軍の衝突が発生します。盧溝橋事件です。事件が起きた時、日本では大きく分けて2つの派閥に分かれました。拡大派と不拡大派です。拡大派の意見は、今こそ中国の抗日運動をやめさせるチャンスだ、増援を派遣し一撃を加えようという意見で、不拡大派の意見は、今は南側に構っている場合ではない、ソ連との戦いに備えるべきだという意見でした。しかし現地にはたくさんの日本人が暮らしているため、彼らを見殺しにすることはできません。結局は現地の日本人の安全を確保するためには仕方がないという理由から軍勢を派遣することになりました。その後、現地の日本軍と中国軍の間では停戦協定が結ばれたため、事件はこれにて解決するかと思われました。ところが中国の蒋介石が、中央政府は現地協定を認めていない、現地ではなく政府の間で外交交渉をすべきだと主張したため、交渉は決裂。日本はちょっと懲らしめたら中国も降参するだろうという認識で中国への侵攻を始めました。これを受けて中国各地では日本に抵抗する運動が激しくなっていきます。そんな危険な雰囲気の中、ある事件が起こりました。北京から離れた上海。ここで日本海軍の兵が車に乗って移動していると、乗っていた海兵が中国人によって銃撃され死亡。それどころか中国軍は上海にいた日本の海軍を取り囲み攻撃を開始しました。こうなると海軍は黙ってはいられません。中国軍に大打撃を与えて降参させるという考えで軍勢がどんどん投入されていきます。中国軍は頑強に抵抗したものの、結局守ることができなくなり崩壊して撤退。日本軍は上海を占領し、中国軍は南京へと逃れていきました。ここで現地軍の独走が始まっていきます。現地軍としては南京に逃げていった中国軍を追いたい、南京を攻撃したいと考えていたのですが、中央としてはそれは予定に入っていない、和平の道を探るべきだと考えていました。中央は現地軍を抑止したものの、現地軍は言うことを聞かず進軍を開始。しかしそこに重大な問題が潜んでいました。予想外の進軍だったため、あらかじめ予想していた食料も足りなくなり、補給が追いつかなくなったのです。こうして南京へ向かった日本軍は補給が不十分なため、各地で略奪を行いながら進軍していきました。その後彼らは南京に到着し占領しますが、日本兵に食べさせる食料がないのですから、当然中国人の捕虜に食べさせる食料もありません。このような経緯で日本軍はいわゆる敗残兵の掃討を行い、降参した中国兵の大部分を殺してしまったのです。これが南京事件です。このような戦いの中で日本政府は中国政府との講和交渉を行っていましたが、両国ともにすでに被害が大きくなってしまっており、もはや話し合いが不可能になっていました。中国が
和平を受け入れるつもりはないと強硬な姿勢を取ったため、日本は今後蒋介石の中国政府とは交渉しないと宣言、自ら交渉の機会を絶ってしまったのです。こうして日本の軍勢は中国北部と中国中部にいて、中国軍の主力はそのちょうど中間あたりにいるという状態になりました。こうなれば日本が取る作戦は北と南から中国軍を挟み撃ちにして撃滅するという作戦です。しかし中国軍は包囲網をかいくぐり西へと逃走。こうして日本軍は包囲撃滅に失敗し、中国軍を逃してしまいました。次に日本軍が考えたのは、中国の2つの重要な都市を攻略することです。1つ目の標的が軍事的な拠点である武漢、2つ目の標的が海運の拠点である広東でした。これら2つの都市を占領することにより、中国側の降参を引き出そうと考えたのですが、またも中国軍に逃げられてしまい、降参させることはできませんでした。さて改めて状況を見てみると、ちょっと懲らしめたら中国も降参するだろうという軽い考えで始めた戦いは、日本と中国の全面戦争となっていました。しかも日本は兵を大陸に派遣しすぎており、中国に送り込める兵力はもうほとんど残っていません。つまりこれ以上の大規模な作戦は不可能となったのです。こうして日中戦争はとうとう引き返すことができない規模の戦争となり、日本軍は完全に泥沼に入り込んでしまいました。このような状況を打開するため、次に日本が取った作戦は中国の内部分裂を誘う作戦です。軍事的な打撃はもう与えられない、それなら政治的な打撃を与えようと考えたのでした。こうして日本は声明を発表。これまではイギリス・アメリカの指導によって東アジアの平和は保たれていた。しかしそれは真に公平な平和ではない。日本が中心となって中国・満州国の協力のもとに新しい平和秩序を作ろう、そう主張しました。こうすることで中国を分裂させ、日本に同調する人々と協力していこうとしたのです。しかし日本の主張はアメリカ・イギリスを東アジアから追い出そうという話だったため、当然アメリカやイギリスを怒らせます。最初はイギリスと日本が争っていましたが、イギリスの劣勢を見たアメリカが日本への経済制裁を開始、日米通商航海条約を廃棄すると通告しました。こうなると日本は焦ります。このままいくと日本はアメリカから輸入している重要軍需物資が輸入できなくなってしまいます。そのように日本が苦境に陥っている中、ナチスドイツによるポーランド侵攻が始まりました。第二次世界大戦です。こうして日中戦争は第二次世界大戦と並行して進められ、日本はアジア太平洋戦争へと進んでいきます。